皆さんこんにちは。EX NEXT 皆さんのお手元に届きましたでしょうか。週末土曜日曜とですね、関東はちょっとあんまり天気が良くなかったんですけれども、土曜日はですね、雨も降らなかったし、インドアサーキットなんかでですね、日曜日も EX NEXT、体感していただいた方結構いるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。自分もですね、コースに行ってユーザーさんの感想を聞くのをですね、楽しみにしております。ということでですね、今回は EX NEXT のですね、中でも、一番便利な機能なんだけれども、ちょっと、複雑な機能でもあるですね、テレメトリーですね。テレメトリーを使って、こちらのですね、グラスパー2、サーボのセッティングですね、設定を変更する方法というのをちょっと動画でご紹介したいと思います。テレメトリーちょっと複雑なんで、わかりにくい部分もあるんで、動画で見ていただくのが一番よくわかるかなと思いますので、ちょっと今回ですね、この動画でこのサーボをですね、実際テレメトリー使って設定してみたいと思います。はい、ということでですね、まずこちらに受信機ですね。受信機、ちょっと今回電動ツーリング、ツーリングじゃなくてもいいんですけど、電動化をちょっと意識してものを揃えてみたんですけれども、まず受信機ですね。受信機とグラスパー2のサーボ。で、ここにですね、アンプとモーターですね。アンプとモーターあります。で、バッテリーですね、あります。まずこれらのですね、つなぎ方から、説明していきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、カメラ、置いて位置を変更します。はい、こんな感じで見やすくなりましたかね。でまずはですね、受信機に、サーボとアンプをつないでいくんですけれども、まずですね、ここでいきなりちょっと今までとの違いがありまして、今まではですね、普通にここの、1番のポートにサーボ、2番のポートに、受信機をつないでたと思うんですけれども、サーボのつなぐ場所がですね、テレメトリーを使用するときは、こちらのですね、BS っていう書いてあるところですね、今までバッテリーの、予備電源、別電源をですね、つないでたところなんですけれども、こちらがですね、今回シリアルポートって言って、テレメトリーを使う際にですね、使うポートになります。なのでですね、こちらのグラスパー、2ですね、BSX4S シリーズ、今まだグラスパー2しかないんですけれども、こちらのラインナップ、これから増やしていきますので、このサーボはですね、こちらの BS というところにつなぎます。もちろんですね、1番につないでいただいても、今までのサーボ同様の、動きをするんですけれども、テレメトリーは、使えなくなってしまいます。なので、テレメトリーを使うサーボですね、グラスパー2は、こちらの BS というポートにつなぎます。でですね、従来のサーボですね、普通のグラスパーですとかフレクション、RSX 系とか BSX 系の、サーボはですね、従来通り、1番につないでいただければ、ご使用できます。はい。ということで、サーボを、まずは BS っていうところのポートですね、に、つないでいただきます。で、それからですね、今度は、こちらのアンプですね。アンプは、今まで通りと一緒です。2番ですね。こちらの2番のポートに、アンプの線をつなぎます。はい、こんな感じですね。ちょっと実際に車がないんですけれども、ざっとこんな感じですね。はい。BS のところに、サーボをつないでいただいて、2番のところに、アンプをつないでいただく感じです。次にですね、プロポ側設定していくんですけれども、まず電源を入れていただいて、ファンクションですね。こちらの、左側のファンクションを、押していただいて、この PLMY、これがテレメトリーのことなんですけれども、こちらに入っていただいて RF モードですね。RF モードを選択していただきます。でこれですね、初期設定ではテレメトリーになってるんで、そのまんまテレメトリーを使う場合は、テレメトリーモードにしてください。でこれ、アドバンスにすると、これはですね、テレメトリー使えないんですけれども、これが一番早いモードになります。もう今回は、テレメトリーを使うので、こちらテレメトリーの、コマンドを選択していただきます。ちなみにですね、テレメトリーのモードでもですね、
今までのEXWR とかよりは、全然速くなります。はい、この状態でペアリングボタンですねを長押ししていただきます。そうすると、画面がペアリングモードに入って、この状態で、一度ペアリングをしていただきます。で、受信機の方なんですけれども、まずですね、これ今までの受信機はですね、スイッチ押しながら、電源を入れていただくと、ペアリングモードに入るんですけれども、そのやり方もできるんですけれども、今回ですね、そのまんま電源、これアンプちょっとスイッチないんでね、直接つないで電源入れたいと思うんですけれども、このまんま電源を入れていただいて大丈夫です。でそうするとですね、今こう点滅してるかと思うんですけれども、この状態でですね、このボタンですね、セットアップボタン、長押ししてもらいます。1秒ぐらい押せばいいんですけれども、これで、一回LED がチカチカして、点滅して、でもう一回消えると思います。これで、大丈夫ですね。で、NEXT の方のペアリング、バックキーで戻っていただくと、これでペアリング完了になります。で、完了した証拠としては、この LED がですね、点灯していれば、完了してますということですね。これがもし点滅していたりしたら、通信行えてないですので、完了できてないということになります。でこれですね、たまに一発じゃいかないことがあります。特にですね、電波がいっぱい飛び交っている環境とかですと、妨害波で邪魔されちゃって一発でいかない場合あるんで、そういう時はちょっと何回か、トライしてみてください。はい、であとプロポがですね、テレメトリーモードですと、こちら青い LED がついてます。これが一応テレメトリーモードですよということですね。でちなみにこの状態でこの電源抜いてあげると、今ちょっとキャパシターに電気が入ってるんでまだついてるんですけれども、こっちの電気がなくなるとですね、これエラーになって、今ピーピー音が鳴り始めるんですけれども、これ赤い点滅になります。赤と青、繰り返すんですけども、これがですね、こちらの受信機側から一応信号が来てないですよっていう話があります。これが赤と青の点滅だったら、受信機側から、プロポにですね、信号が来てないよっていうことになります。だからこれをですね、もう一回電源入れてあげると、赤青の点滅が消えて、青のままになります。これでですね、ちゃんと、受信機とプロポ、ちゃんと通信してますよということですね。でちなみにこれちゃんと動きますね。ちょっと言いづらいですけれども、これすごく動きますね。はい、これでですね、ちゃんと、ペアリングは、されてますよっていうことになります。はい、この状態からですね、テレメトリーで、サーボの設定を変えていくんですけれども、プロポンですね、もう一回同じようにファンクションから、テレメトリーに入っていただいて、今度はここですね、RELICS、リアル ICS っていうんですけれども、ちょっとこれの略ですね。リアル ICS っていうコマンドを、選択していただくと、こういう画面になります。でこれ、以前うちのサーボの設定したこと、ある方だったらちょっとね、見慣れた文字がいっぱい並んでる画面になると思うんですけれども、こちらでですね、サーボのストレッチ、1だとかストレッチに、保持力ですね、前半保持力、後半保持力とか、そういう、サーボの設定を、変えることができます。ですね、この設定項目についてはですね、以前動画で紹介したことがあるんで、そちらを参考にしていただけたらなと思います。はい、こんだけですね、サーボの設定が、あるので、ここで数字で、サーボの設定を変えていくことができます。これがですね、今まではですね、パソコンとつながないと、変えられなかったんですけれども、これがですね、掃除台の上でできてしまうというのがですね、すごい便利な機能になっているかと思うので、これぜひ皆さんいろいろいじくってみてください。でですね、ちょっと1個注意点がありまして、これはですね、ちょっと
この使用上の問題で、どうしようもなかったことなんですけれども、周波数ですね、基本的には数字、この辺いじってエンターを押していただくと、これでもう反映されるんですけれども、周波数のところだけちょっと特徴がありまして、これ今回から新しく加わった設定項目なんですけれども、周波数をですね、これ例えば今かける1倍なんですけれども、これをかける2倍変えた際にだけですね、ちょっと特殊なんですけれども、このモデルの番号を1回エンターで反転させた状態で、もう1回エンターで決定してください。これをすることでですね、周波数の値が、サーボの方にですね、反映されるようになります。ちょっとここだけ特殊なんですけれども、ちょっとこれ使用上仕方がなかったところなんで、周波数設定をテレメトリでいじれなくしちゃえばいいんじゃないかっていうのもあったんですけれども、ちょっと特殊なやり方でもですね、操縦台からやっぱりできた方が便利だなっていうことで、設定できるようにしたんで、ちょっと一手間あるんですけれども、周波数ですね、変えた際には、一度、こちらのモデルの番号ですね、これを1回反転させて、もう1回確定してください。そうすると今ちょっとジリジリジリって音がしてるんですけれども、これで周波数変更が、完了しております。はい。このようにしてですね、リアル ICS という項目ですね、ファンクションのテレメトリー、リアル ICS という項目から、サーボの設定が、変更できるようになります。で、そのためには、プラスパー2とか 4S シリーズのシリアルサーボは、こちらのですね BS っていう、ポートに挿してください。こちらに挿すことで、今のように、テレメトリーで変更が可能になります。はい、ということでですね、ちょっと複雑ではあるテレメトリーなんですけれども、やり方さえ覚えてしまえばですね、簡単に操縦台の上でサーボの設定書き換えることができるので、レース前なんかにですね、ちょっとフィーリング微調整したいななんていう時にもすごい役に立つ機能だと思いますので、ぜひこのテレメトリーを使ってサーボの設定を変更する機能、活用してみてください。でですね、いろいろこれいじくり回せるんで、サーボの設定、いろいろいじくりすぎちゃって元に戻せなくなってしまったよっていうかですね、とか迷宮入りしてしまって、初期設定に戻したいよっていう時にですね、ホームページの方でですね、こういったデフォルト設定をですね、書いた PDF を公表してますので、こちらをですね、分かんなくなってしまったら、ホームページの方からこちらの PDF ダウンロードして、これがですね、一応デフォルトの数値になるので、変な動きになってしまった時にはですね、一回、このデフォルト設定にですね、戻してみてください。あとですね、一緒にですね、こういったセッティングシートですね、こちらも PDF でこちら中に書き込めるタイプのセッティングシートですね、これも公開してますので、もしすごい自分の好みにあるですね、良いセット見つかったらですね、ぜひ忘れないようにこちらのセッティングシートにですね、メモして保存しておいてください。でこれでですね、別のユーザーさんにですね、おすすめセットとしてですね、教えてあげたりなんかするのも良いかと思いますので、今後ですね、サポートドライバーの、おすすめセットなんかをですね、このセッティングシートでですね、公開できたらいいなと思ってますので、ぜひこちらのセッティングシートも、活用してみてください。ということでですね、今回はですね、ちょっと複雑だけれどもすごく便利なテレメトリーについて紹介してみました。またですね、細かいいろんな、設定方法を動画で紹介できたらなと思いますのでですね、EX-NEXT、まだまだ、便利な機能たくさんありますので、これから紹介していきたいと思います。それでは今回はここまでになります。それではまた。